ダイエットがそれで DJ デビューみたいな感じでしたんだけど、やばいやばい、喋ってたら何にも。サマソニ行くのよ今日私。おはようございます。今日はですねサマソニに行きます。なのでゲットレディを撮りたいなと思います。まず顔を洗います。N オーガニックの洗顔がもうなくなったので、ララスキン前も載せてを使ってます。これ濡らさないでいいのでラクチン。朝はこの洗顔、やっぱもうずーっと言ってるけど、朝はすごいジェル洗顔が好きで、ジェル洗顔じゃないやつ使うことも接続がないとあるんだけど、これで洗い流します。本当にね、洗い上がりがふわふわって感じ。昨日神宮花火家族とテレマちゃんとミスちゃんと行ってて、夜ちょっと遅かったのだから息子もう寝てたんだけど、車とかベビーカーでもお風呂入れなきゃだからお風呂入れて寝かして、そっからなんか私もちょっと覚醒しちゃって、はい、セリマックスもうほぼないんですけど、セリマックスの拭き取りします。覚醒しちゃって息子の写真をプリントアウトいいやつだけをしようと思って、なんかセレクトとかを勝手にやってたら2時とかになっちゃって、寝るのがね。で昨日夜マイルズが出かけてたからワンオペだったから、お風呂一人で入れて、で一回息子が4時半ぐらいに起きて、それはもうマイルズがやってくれたんだけど、で朝また7時半とかに起きてみたいな、ずっとそれやってて、結局でも息子も朝寝するからさ、朝寝の時に一緒に寝てちょっと回復したんだけど。でなんかさ、母乳の話をさ言ってたじゃん。全然出なくなったっつって。で今3ヶ月が過ぎて、もうね、なんかね、息子の母乳直母拒否が始まって、寝ぼけてると吸ってくれるんだけど、やっぱ起きちゃってると加えて、これは吸っちゃいけないものだみたいな感じで嫌がるの。で機嫌が悪い時とかはもうギャン泣き、もう乳首をこうやって持ってくだけでギャン泣きみたいなので、結構悲しいんだよね普通に。なるべくでもチャレンジはするの、もう泣かれる覚悟で、1日1回は母乳をねあげたいから、搾乳をどんどん冷凍してるやつを解凍したり、自分も搾乳するんだけど、搾乳しても20から40、よくて40とかなの取れるのが。そう、今朝もそう搾乳したらさ、夜寝る前にしたから10時間ぐらい空いてるわけよ。なのに25とかしか取れなくて、やっぱ吸ってもらわないと出なくなるじゃん。さらにもうなんか周りの友達は結構ミルクだった子も多いから、もう3ヶ月経ってんだったらもう甘味にしちゃっていいんじゃんみたいな結構言われるんだけど、何なんだろうね、ちょっと、もう本当に後悔。出る時に出しとけばよかったし、もっとたくさん母乳について調べとくべきだったしっていうのをすごく思うから。もともとね出が悪いとか飲んでくれないとかだったら全然私はミルクでよかったんだけど、もともとジャバジャバ出てたタイプなのに、なんてもったいないことをしたんだろうっていう風に、なんかもう全部自分のせいなんだけどね、ちゃんと調べなかったことで。しかもさ、ミルクもさ超便秘でさ、息子が小児科行くレベルの便秘だったの。もうね、便が硬いの。普通に赤ちゃんの便じゃない便で、オーガニックのミルクバブスとかヒップを使ってたのね。で普通のだと健やかとアイクレアを飲ましてたんだけど、もうどれでもこのビニール状になっちゃって、ハイハイを飲ませたんです。スーパーとかでも一番安いやつ、ハイハイだとが便秘にいいって、オーガニック系ダメだった友達が教えてくれて、そしたら本当にハイハイだと便が柔らかくなって、1週間に2回ぐらいは自力で出たりとかすることがあって、それにすごい驚いてる。じゃあちょっと時間置きます。じゃあスキンケアをしていきます。サマソニとかって何年ぶりに、10年ぶりぐらいに行くかもしれないね、もしかしたら。はい、化粧水ビタトーニングダルバー。本当にダルバのさスキンケアの香りが大好き。嗅いじゃうぐらい。いい香り。美容液は SK2 ウルトオーラエッセンス。これももう何本使ったんだろう私っていうぐらい、今まで相当な数使ってきてます、この美容液。クリームは今日はどうしようかな。じゃあアビブにしようと。この、復活層シリーズの方のクリーム。
最近アイクリームをめっちゃサボっててさ、やらなきゃと思う。夜はね、夜だけアイクリームしてたんだけど。はい、じゃあスキンケアが完成したので、でも今から私はちょっとイエローにコーヒーを買いに行くので、日焼け止めだけ塗ろう。今日37度だって、そもそも大丈夫かな私。ちなみにテルマちゃん T シャツを着てます。これ部屋着にめっちゃ着てる。はい、トーンアップ。青いウォーターフルの方をここに置いて使ってたんだけど、それがもうなくなっちゃったので、トーンアップを今使ってます。塗りすぎちゃった。すんげえ塗りすぎちゃってんじゃない？けどこれさ、不思議とさ、後になると馴染んでくんだよね。だから最初は塗りすぎたとか思って厚めに塗っちゃっても、肌白く見せたい人はさいいと思うんだけど、でもすごいいい感じにね、トーンアップしつつこう馴染んでくれるからいいですよね。ではコーヒー買って準備します。はい、ということでお化粧していきます。いや、サマソニでしょ。いくら、3時ぐらいに出発するのね、今日は。みんなの予定もあって。いくら3時って言っても暑い。今日37度じゃん。暑いじゃん。どの程度のね、バリアをしていくかだよね。まず、朝日焼け止めをすっぴんで塗った時は、拭き取りをしてから化粧していきます。ボンジョンヨさんの拭き取り。これが大好きなの、私。この伸びるやつね。だからこれ本当は、コットンパックとして使うのがいいんだけど、ドレッサーとかでは拭き取りとして使ってます。結構もうすでにホコリとかさ、いろいろついてるから。はい、拭き取ったら一回ティッシュでオフっていうか抑えます。この余計な水分。じゃあこの間ビタシ紹介したもんね。カバーアップってやつのさ、ダルバをさ紹介してる人がいなくて見たいんですみたいな DM かコメントなんかもいただいてて、それを使おうかな。ダルバにもこの3本トーンアップ、いつものトーンアップと、これがカバーアップ、あとビタシを結構使ってて、あともう最近はファンデを塗らない日とか、とりあえずささっと化粧しようって時はもうこの SK2 の CC プライマー、これ1本にナーズのパウダーとかだけで終わらしちゃってます。色付きなので。でも今日はちょっとしっかりめかな。なんでこのカバーアップを使います。でカバーアップはベージュの色付きなんだけど、 SK2 のやつとかに比べたらカバー力とかはあんまりないかなっていう感じで、このダルバのみずみずしさをキープしたままベージュの色がつくような、ちょっとカバーしてくれますみたいな感じで、私は結構好きかも。トーンアップも好きだけど、特に夏とかはさ、体もし焼けてる人とかはこっちでもいいかもね。顔と色の差がさ、トーンアップだと出ちゃったりするから。こんな感じで適当に伸ばすとこういうベージュで、このベージュの種類も結構薄めだね。 SK2 さ結構暗めなの。それが私が好きで、こんな感じ。ちょっとカバーしてくれるかなっていう、なんかすごいナチュラル感かな。だからこれだったら、ちょっと薄めの水っぽいコンシーラー、カバーっぽいコンシーラーじゃなくって水っぽいコンシーラーとパウダーとかでも全然いいかもしれないって感じ。口塗ろう。デコルテです。ハンデはこれにします。ディオールのプレステージ SPF50 プラス PA4 プラス必要です。服も何服着ていくか決めてないんだけど、もう絶対的な動きやすさ重視じゃん。けど私産後さ、マジで体力落ちてるからさ、1日がかりのコンサート体力あるかなっていう。私さ DJ がっつりやってた時はさ、フェスとかさクラブとかめっちゃ DJ させてもらってたのね。でもさ今もうクラブとかを基本的に結構お断りしてて、そもそももうお断りしてるからオファーも来なくなったんだけど、っていうのももう分かんないわけよ。何が流行ってるとか何が求められてるとか、自分がクラブに行かないから。で自分がクラブに行かないのにそこで超自己満な DJ しても
誰のためでもないなと思って、それでやってなくって。でイベント系とかだとさ、基本BGM みたいな感じだったりとか、指定があったりとかもする。音楽イベントとかだとこういう系でっていう指定があったりするんだけど、クラブ DJ とはまたちょっと違うから、そういうのを受けたりはしてるんだけど、がっつりやってた時は自分もさクラブめっちゃ行ってたしさ、最近知ってくれた方とかだと私が DJ とかあんまり知らない方もいるかもしれないんだけど、すっごい多い年とか年間160本とか計算で言ったら2日に1回 DJ してるような感じで、実際だから1日に3本入ってる日とかがあったりとか、そういう感じだったんだけど、で海外でもやらせてもらったりとかなんですけど、今はもうママライフになっちゃってますからね。全然DJ もうやってませんっていうわけではないんだけど、じゃあオファー来たからとりあえずやるわみたいな、でなんかマジわけわかんないセットとかやっちゃうぐらいならお客さんも楽しめないと困っちゃうんで、そのための DJ だしねっていう感じにしてます。あとなんか結構さ DJ 教えてとか、 DJ どうやって DJ になったんですかとか聞かれることが多くて、私は本当に一番最初 DJ で回したのは自分の20歳の誕生日会をクラブでやったの。それで DJ デビューみたいな感じでしたんだけど、あとそういうなんか DJ のお友達とかクラブとかもめっちゃ行ってたから知り合いも多くて、練習はもうとにかく私の師匠が場数を踏めっていう人だったから、だからもう本番お客さんが入ってるクラブで回すのが練習みたいな感じで、最初の方とかはもうセットを組んで何を流すっていうのを全部決めて、パソコンだったのねその時。だからパソコンにカンペっていうか、この曲は何分の時に曲を変えるとか、そういう風に全部台本みたいなのを作ってやったりとかしてて、私も場数踏むしかないと思ってて、やっていけばやっていくだけ耳が慣れてきて、これずれてるとかそれも分かってくるから、まず BPM をこう合わせる、耳を使って合わせるっていうことがやればやるだけどんどん上手になっていくから、最初は私も超お馬さんガタンガタンガタンって感じで、どっち早いの遅いのどっちが早いのみたいな、これちょっとDJ が何してるか分かんない人は難しい話かも、わけ分かんない話かもしれないんだけど、 A と B の曲を同じドン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 の同じリズムでこっちに合わせていくので、一緒になってこっちがなくなっていくみたいなイメージとしては、そのつなぐっていう作業はね。でそれがトンって入れるんだけど、人間のこの耳のテンポだと合ってるつもりでもタタンタタンタタンとかなっちゃってて、それするとこっちをこの今流れてる方の曲にこうできない合わせるっていう作業をこう、だからみんなそれでちょっと合わせたりとかするわけよ。今とっておきのこの曲みたいな、例えば自分が流して超滑るじゃん、やべ今日こういうクラウドじゃなかったみたいな感じで、どういう曲が盛り上がるかを空気を読んでそういう曲を流す。だからいっぱい曲を持っていく、セット組んじゃもう最近セット組んじゃったりとかもしてるけどみたいな感じでやってたりとか、あとはすごい綺麗に曲がつながったりとか、 A の曲が流れてる時に B の曲をミックスみたいな、一緒に流していい感じになるとか、そういうのとかもやります。やばい喋ってたら何にも、サマソニ行くのよ今日私。サマソニ仕様のメイクにしなきゃいけないんだけど、何も考えずにメイクを進めてしまっていて、とりあえずハイライターね、クリオさん。そろそろ私またどんだけなんか結構言われんの、ありさちゃんのリセットルーティン一生リセットされなくて好きですみたいなめっちゃ言われるんだけど、わかると思いながら、ドレッサーね、化粧品類ももうすんごい棚に入らないものたちが市場に溢れ返ってますので、そろそろあとフリマをやります。そういえば9月27予定、やばい、もうストーリー載せなきゃ。物量はどのくらいね出せるかが分かんないんだけど、ちょっと断捨、私さ8月9月がナッチンって言って、ナッチンってその三名学で教えられたんだけど、たまに来る大きめのナッチンって言って断捨離をする時期なの。それは例えば悪い習慣から抜け出すとか、例えばじゃあ禁酒禁煙とかでもいいと思うし、あともちろん断捨離、物理的な断捨離だったりとか、人を切るとかさ人切る人別にいないんだけどとか、そういうのをする時期で、だから断捨離をめっちゃしたいの。私は8月9月っていうか言ってたらもう8月中旬になってしまって、これめっちゃいい。違う色も欲しい。パウダーの方が私超発色良くなってさ、違う色もちょっと買おう、後で買おう。
でもいっぱいあるから買わない。で私物欲がなくなった産後物欲がなくなった話をしてたんですが、おかげさまで物欲戻ってきまして、昨日みゆみゆで久々にお買い物をしたりとか、ちょっとなんか息子に付随するものであったりはするんだけど、ヒンスの9番このタイプ1個売りのやつ、みゆみゆのねバッグをね買ったの。でもなんかマザーズバッグほど大きくなくていいけど容量がいっぱい入る、ちょこっと息子と出かける時に持っていくバッグが欲しいと思ってミュウミュウで買ったんだけど、でも衝動買いっていうか欲しいと思って一回でもこの私が一度持ち帰りました。一回考えようと思ってで 2,3 日してやっぱ欲しいと思ってたから、みちちゃんとてるもちゃんに昨日ついてきてもらって買ったんだけど、次10番を目の際に。どうしよう、フェスでしょ。でもなんかフェスだからなんとかとかないよね。最近私ベラ・ハディットになりたいんだけどなんか買い物するとき、ああこれベラだったら似合うなとかなんか夏のベラマジ可愛いんだよね。産後ダイエットがさ、そろそろ帝王切開だからさ運動できないんだけどさ、そろそろいいんじゃないっていう3ヶ月経ったし、傷がさテープかぶれしちゃって、傷自体は全然問題ないんだけど、テープを半年間貼ってなきゃいけないので、週に1回貼り替えるんだけど、テープの端っこがかぶれちゃって、リンデロンを塗ってるんだけど、産後ダイエット帝王切開だからできないとかいう言い訳をしてたんだけど、もう普通になんか産後すぐは毎日のように落ちてたの、ちょっと落ちたりとかして、でだから結局ビフォーよりプラス2キロでキープしてて、ずっと2キロ落としたってスタート時点にも立ててないわけよ。スタート時点に立つっていうだけなわけよ。結婚式の時からでもプラス5、6キロ。結婚式の時ぐらいが調子いいんだよね。クレンズするか。でもだから本当にそのさっき言ったみたいに、もう母乳を甘味に移行するならジュースクレンズとかもできるじゃん。一回だから出産でいろんなものそぎ落とされたっていう、なんかいろんなものが出てくっていうじゃん。それと同時にだからクレンズして腸の中もきれいにしたいなとかも思うんだけど、あとクレンズするとやっぱ胃がちっちゃくなるからねとかも思ったんですが、目の上は最近薄めでこんな感じで仕上げてて、私にしては薄めでもアイライン引くと私顔がさなんか昔のギャルになっちゃうんだよね。なんでヘイリーになれないの。アイシャドウも薄いじゃん。けどフェスだからちょっとなんかキラキラとかする、なんかアイシャドウ入れるとか思ったけど、それもそれでまた違うみたいな。難しいねお化粧って。完成です。もうあとマスカラ塗って完成。そう産後ダイエット、それでピラティスも行きたいしさ、今針治療だけしてんの。本当にね、股関節がカコっていうの超怖いんだよ。抜けるみたいな感覚やばいって。しかももうボトムとかあとね、一番自分で太ったな、でかくなったなって産後思うのが腰回り、おへそからお股までの浮き輪がやばい。なんかマジ形変わった。体のお腹自体はさもともと出てたからさ、こんなもんよねっていう感じなんだけど、腰のこの上なんか誰か座れんじゃないぐらい、この腰骨、骨盤の上だからやっぱ骨盤が広がってるってことか。マジ赤子とか座れるんだけどみたいな。はい、じゃあお化粧ができたので結局いつもの化粧みたいな。どうするどうしそばかすを描こう。フェスだし夏だし。これねなんかアメリカで買った、ヘイリーが使ってて買ったウィーブル&ルディけど最近さ、そうだ届いてない。タルトでさそばかす用のさペンがさ出ててさ買ったんだけど、ちょっと待って、届かないし気になってきちゃう。先にそばかす描こう。アメリカのサイトから買ったの、日本に発送してたから来ないんだけど、やばい、思い出してよかった。下手だ超下手。こんな感じで描きます。ちょっとわざとらしくなったので後で調整します。ではとりあえず化粧完成。私はタルトのシッピングトラッキングをします。はい、こんなに服があるのに着ていく服がございません。マジでどうしよう。とりあえずもう着ていく服が本当にないのでコラゾンの T シャツにしようかなと思って、このヘッドバンドは、ファンタイのファン仲良しのファンちゃんの仲良ファンっつうのブランドので、アクセもつけてない。
これにはピアスどうしたらいいの？ネックレスも？ネックレスちょっと夏っぽいのつけよう。今日はテルマちゃんが運転してくれるので、テルマちゃん家までタクシーで行って、そこから行きます。とりあえずアイロン入れとく。みんなで何着てくみたいな。服ないんだけど。わかる？服ない。みんなあんなに服を持ってるのにね、やっぱり着てく服っていうものはないものです。これが本当にね、世界の七不思議なんです。暑い。汗かいちゃってる。もうすでにオイルを塗っといて。暑いのかな。なんかグレー着ようと思ったらマイルズが「いや汗じみ絶対やばいよ」って言われて、確かにいいとこつきますね。オーラリングつけて、はい、こんな感じでアクセつけて行ってきます。ママ行ってくるね。いい子しててね。パパといい子しててね。かわいいね。行ってくるね。